どん設計しよう N 社打倒のために。本日はマウンテンバイクの設計から二等金さんからのラストミッションですね。依頼料は約11万。前回自転車を作った時はプラスチック部品も結構使いましたわね。マウンテンバイクだともう少し強度を求められるね。鋳造とか溶接の部分が多いですね。鋳造プラスくんがいるのでなんとかなる。どんどん見下ろし、マウンテンバイクが最優先ってわけでもないんですね。今はインコ社さんのドローンの案件も受けてるね。右側の付箋にマークがあるのが企業案件ですわ。人数も増えてきたから納期のある依頼でも並行してできるんじゃないかと。締め切りに間に合わなくても依頼料が満額出ないだけですしね。落としても安心。落とすんだ。ドローンの方も進捗は順調ですね。パタパタするやつになった。でも株はノコギリのままですわ。これは高枝リリバサミだ。赤いところの枝も一撃で落ちる人気商品だ。なら安心だね。これが通販でなぜか買いたくなるというあのハサミですか。なぜか売れるんだよな。なんでだろうね。見ると欲しくなりますよね。続いては3つレラ社さんからのご依頼。ホバーボードですって。探偵が乗ってるやつですわね。エンジン付きのやつだね。浮いてるのでそれ以上かもです。製作は思ったよりシンプルですがね。いじれる項目少なかった。自転車とホバーボードの部品がいっぱい積んである。それでも製作台数の割には整頓されてますわね。以前のようなゴミ山にはなってませんね。組み立て専門家のおかげですわ。木材、金属、プラの専門家が各4人ずつ。組み立ては8人の専門家がいるよ。この工程だけはどの製品でもありますからね。違う部署の方が混ざってるようですが、専門家でも他の部門の作業もできるのだ。速度は一般人並みですけどね。むしろ快適性に文句言ってくるから一般作業員より扱いにくい。専門家が他部署にちょっかいかけないようにまんべんなく仕事を振ってあげないとね。ではここで専門家の働きぶりをチェックしてみましょう。彼は三浦淳。工場で結構よく見かける人だ。彼の朝は一杯のコーヒーから始まる。現在6時45分。遅刻せずに出社して偉いぞ。141連勤目。まあそんなこともあるさ。彼は木材の専門家ですね。多分カンナ掛けとか超うまいから。今日は板材をカットする作業をするみたいですわね。カタパルトを受注してあるのでその製作かな。木材オンリーの製品ですが、とにかく工程が多いんですよね。中級製品なんですが、多分上級のロボとかより手間がかかりますわ。これ画面左の木材全部切るのか。気が遠くなりますね。2色錬金くらいで終わらせたいところ。返してあげてください。でもここなら息子もいるし、ここが彼の家と言っても過言ではない。通勤時間がゼロならその分働けますわね。便利だなお父さん。マウンテンバイクとホバーボードが無事に完成。これで3社目のラストミッション達成ですね。いっぱいお金ゲット。そういえば N 社さんとの差はどのくらい縮まったんでしょうか。うちが1位です。クリアしてた。総資産で約3万ほど負けてましたね。ああ、ラストミッションで稼いだから日ごとの利益とかで評価が上がってるのか。短期的には凄まじい利益率になるわけですわね。ランキングを測るタイミングが悪かったね。でもあと3万増やせば資産額で超えられそうです。背中が見えたね。じゃあ N 社を超えるためにアヒル 1.1 を作ります。妨害されてませんでしたっけ。奴らが参入したのはアヒル 1.0 だ。アヒルは時代とともに進化しますわ。受注数は強気の50個で、こっちが先に飽和させてやる作戦ですね。何でもいいから800個出荷しないとですしね。ではプラスチック製品も受注したのでプロの専門家の様子でも観察しよう。彼は三浦のせがれ、熟練工の父を追い越そうと必死な若者だ。現在8時、朝食でしょうか。座ればいいのに。落ち着きないなこいつ。マスクしたまま食べてる。そこは言ってやるな。仕事に向かうようです。なぜか木材を切り始めた。まあカタパルトの方が優先度が上ですしね。棚にしまって。おい仕事しろや。あ、2つ目を切るようです。いや切らない。何やら指示書のようなものを頻繁に確認してますわね。他部署に出向中だからね仕方ないね。おいマジで何やってんのこいつ。はいおきれや。見かねたお父さんが木材を持ってきた。そして切った。君が準備したのは隣の機械ですが。切ったものは放置して移動。どうやら中層プラスに原料を入れるみたいですわ。君はプラの担当だよね。そして木材側に戻る。テーブル層に木を乗せたことを思い出したか。他の人が困惑するから途中で放置はよろしくないですわね。よしちゃんと片付けたな。今度はすぐに切断。体が温まってきたところだ。なお現在15時。また片付けずに移動しやがった。なぜか旋盤を始めた。そして片付けはしない。ようやくプラの仕事。何かの部品を射出。アヒルのやつかな。そして片付けずに戻って旋盤の片付け。材料をセットはするけど加工はしない。なぜか鋳造機の方を片付け。こっちの部屋は君の担当する機会はないぞ。でも原料のセットはする。すいませんそれ専門家の監視のもとじゃないと動かせないんですよ。そんなとこで使用書を眺めても無理ですわ。
暗くなってきました。これが息子くんの一日だ。お父さんの背中は遠いですわ。こいつ会社に必要ある？今日はプラの優先度が低かっただけです。きっと。そう思いたいね。レベルが上がったのでスキルの取得。スキルシートの2枚目の方。これにより専門家の給料を半減。やめてあげてよ。まあこの手のゲームでありがちなやつ。役職付きから減らすのは当然だよな。役員報酬は減らすやつ見たことある？稀に。稀にな。ホバーボードも完成間近。ロボットも同時に行けそうだね。アヒルもちょっとずつ完成してますわね。おい、なんで左に置いた？みんなが右詰めで並べてるのに。並びがちょっとずれるとかはまあいいけどさ、あいつ新人だろ。緑枠ではあるけどの。無言の講義では。運搬員の給料はまだ減らしてない。元から安いですしね。でも減らす気ですね。利益率を上げるのに手っ取り早いからな。まっとうに勝負してくれませんかね。お前が言うな。とりあえず資産を増やそう。特に必要はないけど増築する。機械類も大体2個ずつ揃ってますしね。今後新しい機械が増えたら必要になるかもですし。通路上に伸ばして金属部屋から出荷部屋までまっすぐ行けるように。そして金属部屋のお隣に大部屋を。そのうち使う部屋。使う前にクリアしそうな部屋。空き部屋により資産額で超えられただと。そんなふざけた負け方があってたまるか。はいはい、負け犬の出番は終わりな。もっと白熱した勝負とかしないんですか？すまんとは思っている。ともかくあとは製品数だけですね。あと300個くらいでしょうか。アヒルは飽和しました。アヒル1.2はありませんわ。仕方ねえ、適当になんか作るか。最後の目標なのに雑ですね。 N 社さん、舞尻焼きがマイナスジョン。もはや相手にもならぬ。潰れないといいですわね。クレイジーさんから泣きが入ってます。フラミンゴの像がどうしても明日必要なんだ。納期が23時間ってふざけてんのか。依頼料の桁が1個足りませんよ。頼むランキング1位のあなたしかもう頼めないんだ。仕方ねえのは1位様の実力を見せてやるよ。設計自体はいじるとこがないやつですわね。クレイジーさんのは簡単な製品多いですからね。締め切りまであと11時間。緑ゲージ出てるのでなんとかなるかな。あと1時間ですが。あと3分。もうダメぽ。角なる上は最終奥義。もちこちゃん、ちょっとトラック捕まえといて。説明しよう。そこのボタンを押すとなぜか納期が24時間伸びるのだ。なぜかトラックが遅れてるようだな。うちは完成してたんだけどな。トラックが来ないなら仕方ないな。うちは今まで1回も納期を破ったことないので。これが1位の会社の実力。 N 社ならこうはいかないだろうな。これいつまで持ってればいいんですか？もうちょっとだけお願いします。聞いてくれ、なんかでかいやつに捕まったんだ。疲れてるんじゃないかな。あ、急ぎの製品できてますよ。急がせて悪かったな。余裕でしたよ。1位なんで余裕っすよ。ちゃんと休憩してくださいね。そうするよ。レベル上がった。さらなる追加スキル。ウーバー社の設備をアンロック。スキルツリーの終端ですね。強強機材が使えるようになるのだ。分子マニピュレーター。なんか色々削ったり切ったりが 200% でできる。これは強い。お値段61,600円。高っ。これは余裕があれば導入で。もう一つは組み立て台の進化系ですね。組み立て速度が 200% ですが、専門家が必須。でも作業が詰まるのは大体そこなんだよね。なのでこれを導入して第3組み立て部を作りましょう。これを見越して謎の大部屋が設置済みなのだ。ちょうどいいところに謎の大部屋がありましたね。固定資産税の無駄と言われた謎の大部屋さんがこんなにも息吹を。無駄じゃねえし、計画通りだし。できた。組み立て台プラスくんが5台体制。早速何か作ってみよう。おもちゃの車作ってエンジンついてるやつ。おもちゃとは、おもちゃだから車検とかなくていいんだよ。おもちゃすげえな。これまた複雑そうなの来ましたね。以前に作ったエンジン部分以外にもあれこれ部品が必要ですね。作るのに時間かかりそうですわね。エンジンの依頼って本当にお試しだったんだね。荷受けとかは飛ばして組み立て部屋のチェック。組み立てプラスくんの類人。ゲーム速度は中速ですが、ものすごい速さでゲージが上がりますわ。専門家とプラスくんのセットが強強ですね。これなら通常依頼で遅れることはもうないね。納期が超短い依頼はうちのメリットあまりないですしね。超短納期のやつにこそ11万出してほしいですよね。それがあればもっと設備投資できるのにね。もちこちゃんもいるし。もうやりません。ミニカーが完成しそう。ミッツレラ社さんのは相変わらず緑枠に運んでくれないのね。会社ごと設定ミスってるやつ。直されないままのやつ。さて出荷だやろうども。トラックが遠いですわ。運搬員を総動員して運ぶのだ。車の出荷によってマイルストーンの達成。達成日数は164日。200日あたりを目安にしてたから思ったよりも早かったですわね。電話鳴ってますか？終わったと思った矢先にまた仕事かよ。無視しときましょう。
ランキング1位の工場運営はこれからだ。いや、終わりますよ。動画に出せてない機械とかもちらほらありましたね。スキルの割り振りによっては、もっと各分野に突出した機械とかも選べるね。今回は割と万能型でのプレイでしたわ。敷地とかもここまで広げなくてもクリアは目指せるしね。気になった方はぜひ自分の工場を開くのだ。では三浦の父ちゃんに164日ぶりの休暇を与えよう。1日だけな。あとスキルポイントもらったから、一般作業員たちも給料半減ですわ。潰れちまえ。